放送とアルゴリズムシリーズへようこそ。今日はバイナリサーチツリー、つまり BST と基本操作である探索、挿入、削除についてわかりやすく説明します。まず、バイナリサーチツリーというのは何だと見てみましょう。人文探索機とは各ノードが最大2つのコノードを持つ特別な二分岐のことです。BST にはいくつかのルールがあります。左部分岐の値は必ずそのノードより小さいです。そして右部分岐の値は必ずそのノードより大きいです。あと、重複する値は持たないです。このルールのおかげでたくさん基本操作がとても効率よくできます。BST のノードは3つの要素を持っています。1番はキーです。あと、左コノードと右のコノードです。BST の基本操作は探索、挿入、あと削除です。じゃあ、基本操作を一つずつチェックしてみましょう。1番目に挿入っていうのは BST に新しい値を追加し、順序ルールを正しく保つことです。挿入の手順はこうです。まず、新しい値を現在のノードと比較します。小さければ左へ、大きければ右へ移動します。ナルに到達した場所に新しいノードを挿入します。例えば、50、30、70、20、40、60と80を順番に入れると、このように BST が作ることができます。2番目に探索です。それの目的は BST の中に探したい値が存在するかどうかを調べてみることです。探索の手順は次の通りです。まず、ルートノードからスタートします。次、探したい値と現在のノードを比較します。ナルに到達したら、その値は存在しません。これは左右のどちらかに絞って進むため、とても効率的な探索の方法になります。あと、値が小さい場合は、左の部分岐へ移動します。大きい値があったら、右の部分岐へ移動します。値が一致すれば、探索は成功になります。最後の BST の中で最も複雑な操作は削除です。削除をするため3つのケースがあります。それを一つずつ説明します。ケース1はハノード、つまり項がないです。この場合はそのまま削除します。ケース2はコノードが1つです。この場合は削除するノードをそのただ1つのコノードで置き換えます。3つ目のケースではコノードが2つです。これは
最もややこしいケースです。それで、これの手順は次の通りです。中順操作の後継、つまり右部分岐の中で最も小さい値を見つけます。削除するノードの値を後継値で置き換えます。次、後継ノードを別で削除します。今、3つのケースの例を見てみましょう。これが一番簡単な削除ケースです。他のノードに影響がないので、ノードをそのまま削除するだけで大丈夫です。ケース2の例。これはノードをその一つのノードで置き換えます。ケース3の例です。50の合計は60です。50を60に変更します。弦の右部分岐にある60のノードを削除します。最後にまとめです。BST は左、右の順調ルールを持っています。探索、挿入、削除を効率的に実行できます。中順操作を行うと値が小順で取り出せます。今日のレッスンに何か質問があれば下にコメントしてください。それじゃあまたね。バイバイ。